皆さんこんにちは。パル先生です。今日はいつもよりなんだか雰囲気が暗い感じですよね。後ろにカーテンが見えるんですけど、ここをね、開けると部屋が明るくなります。太陽の光が入って部屋がパッと明るくなるんですけど、先生がここで動画を撮ろうと思うと、逆光、光が後ろから入ってしまうので、先生の顔が全然映らなくなってしまうんですね。で、逆の向こう側のカーテンは全部開けているんですけど、それでも結構暗くて、この今リビングにいるんですけど、ここは光がちょっと入りづらい場所なのかなと思います。なので今、反対側のカーテンを開けているのと、あとはここにライトをつけて、動画を撮っています。でも、いつもだったらちょっと暗いなって思うんですけど、今日はこの話の内容とこの雰囲気は合っているような気もするので、今日はいいかなと思います。はい。皆さんすでにタイトル、サムネイルを見て多分動画を見てくれているので、今日の内容はわかるかと思います。はい。今日は超久しぶりの心霊体験のお話、パート2でございます。前回は、動画はいつ撮ったかな ?4 ヶ月前ぐらい ?3 ヶ月、4ヶ月前もっと前多分そのぐらいかな。はい。とにかくかなり前に撮ったかと思います。その時も、たくさんの方に見ていただいて、いや、怖いとか、他にも続きが気になるので、また撮ってくださいっていうコメントをね、くれた方も何人かいらっしゃいました。前回の動画の中で先生が、もし気になる人がたくさんいたらパート2も撮りますねって話してたんですよね。はい。そして撮るよと言いながらかなり遅くなってしまいました。はい。待ってくれていた方すみません。お待たせしました。実はですね、すでに2ヶ月前ぐらいにこのパート2の内容を撮っていたんですけど、ちょっと自分でいろいろ見返してボツにしました。ボツっていうのは、要はあげようと思って撮ったんだけどやっぱりやめた。その動画は捨てることにしました。はい、そういう意味ですね。はい、ボツにしてしまいました。なんでと聞かれると難しいんですけど、なんか話がちょっと下手だったというか、なんとなくはい、やめてしまったので、今回またこのパート2を撮り直しています。はい。で、このポッドキャストの内容をお話しする前に、今回、マイクですね。この風を切る、このふわふわこれを取って、服につけて今話しています。前回の動画のコメントで、こういう風にしてみたらどうですかっていう風にアドバイスをくれた方がいたので、ちょっとアドバイスを取り入れてみました。どうですかね？確かに服につければ先生の両手も塞がらないので、話しながら手でも表現できるし、あとは、そうだ、なんかこれって要は風をシャットダウンするみたいなやつですよね。あんまりよくわかってなくて、やっぱり家の中だから風もないし、全然これで十分なのかな。はい。もしね、これでいい感じに音声が取れていたら、これからこれでいこうと思います。今回はお試しということで、これでやってみます。はい。アドバイスね、いろんな動画でいろんなアドバイスをくれる方がいます。特に前回の内容はアドバイスくださいっていうね、内容だったので、特にみんながたくさんくれたんですけど、これからもそういった内容に関わらず、何かいいアドバイスがあれば、たくさん、はい、コメントで書いてくれると助かります。先生もまだ全然わからないことばかりなので、はい、
いろいろアドバイスをください。お願いします。はい。ということで、今日は、この動画を撮った後に、授業があるので、ちょっとさっと、というか、そんなに適当に撮るわけじゃないですが、早速、今回の本題に入っていこうと思います。はい。ということで、皆さん前回の先生の心霊体験は覚えていますでしょうか？前回の内容は先生が初めて見た幽霊だとか、校外学習で見た幽霊のお話をしましたよね。前回の動画の最後で言っていた通り、今回は見たという心霊体験ではなくて、実際に取り憑かれた先生の中に霊が入ってしまったお話をしようと思います。これはなかなかいろんな人が体験できるものではないので、貴重な体験となりました。体験したくない体験ですけど、今回はそのお話を実際にできたらいいなと思います。はい。なので、このちょっと暗い雰囲気はいい感じになってますかね。はい。今回はちょっと怖い動画を撮っていきます。はい。ということで、今回は先生が中学生の頃のお話です。あれは中学校3年生の時の、修学旅行の時の体験になります。はい、皆さんの国の学校にも修学旅行ってありますか？日本の学校は、全部修学旅行があって、先生の場合は名古屋の中学校なので、修学旅行は、東京でした。東京とか東京周辺が修学旅行の目的地になっていました。もちろんその日本でも場所によって修学旅行で行く場所は違います。先生たちは東京方面の方でした。はい。でですね、2泊3日なんですけど、3泊4日？多分2泊3日だった気がします。まずは、東京といえば、千葉だけど、皆さん思い当たる場所一つないですか？はい。ディズニーランドですね。はい。まずはディズニーランドに行きました。で、ディズニーランドはもちろんすっごく楽しくて、友達とも行けるし、自分たちで一緒に行動する友達を決めることができます。なので、それぞれがみんな仲がいい友達と一緒に楽しむことができた、いい体験でした。はい、それはね、本当にすごく楽しくて、全く怖いことなんてありませんでした。で、ホテルももちろん全然怖いことはなくて、むしろもうみんなワイワイしてすっごく楽しい、いい思い出が残りました。それからですね、他にもいろいろ修学旅行を楽しんで、2日目の夜は、先生もちょっとうろ覚えなんですけど、山梨県か長野県でした。どっちかなんだけど、ちょっとあんまり覚えてなくて。はい。とにかく山梨県か長野県の民宿に泊まることになりました。で、この民宿も付近に何個かあって、その班ごとに分かれて、例えば A 班はこの民宿、B 班はこの民宿みたいに分かれていました。じゃあこの A 班、B 班みたいな、この班はどうやって分かれるかというと、そのクラスの女子と男子で分けられます。なので、例えば3年1組の男子は A 班、女子は B 班。3年2組の男子は C 班、女子は D 班のようにクラスの男女で分かれています。なので人数は結構多いですね。宿もそれなりの広さがあるようなところばかりでした。で、みんなでバスに乗って、その宿があるような場所に行くんですけど、途中からなんか嫌な雰囲気がしていたんですよ。見えていたわけじゃないけど、なんとなく嫌な予感がすると先生は思っていました。
ただその時は誰にも話していなくて、自分の心の中に留めていました。やっぱりいきなり言うとね、みんな怖がるしっていうのもあって、何も言わなかったんですけど、後にどうしてその嫌な雰囲気がしたのかは分かりました。みんなでバスに乗って着きました。降ります。周りを見渡してみると、もう本当に何もない、コンビニもないような場所です。で、この宿がいっぱいあるのが見えるんですけど、宿の隣に樹海がありました。みんな樹海って、日本でどういうイメージがあるか知っていますか？もしかしたらみんなの国も同じような印象があるかもしれないですけど、日本ではね、樹海といえばやっぱりこの単語は出していいのかな、要は自ら命を絶つ場所の名所として知られています。言っていいと思う。自殺は自ら命を絶つことですね。はい、自殺の名所として、樹海って結構どこの樹海でもそういうふうに知られています。で、多分そこももちろん自らね、亡くなられた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。その時に多分先生が感じ取ったのはそれなんじゃないかと思っています。で、かといって別に見えていたわけじゃないので、その時は特別怖いと思っているわけでもありませんでした。で、まずは宿の宿主さんですね。その宿を経営している方にお会いしてみんなで挨拶をしましょう。それからまずは宿でお昼ご飯を食べましょうねっていう時間が設けられました。で、そのね、宿主さんはすごくいい方でした。親切にしてくださって、ご飯もすっごく美味しかったし、その2日目の夜中まではすごく楽しい時間を過ごすことができました。で、みんなお昼ご飯じゃないね、夜ご飯か。はい、夜ご飯を食べたんですよね。で、その後、みんなでちょっと遊んだり、自由時間がちょっとあったので、みんなでその時間を過ごして、で、あっという間に夜になりました。で、宿主さんたちも夜なので、別の自分たちのお家に戻って、就寝っていう形をとっていました。なので、夜になると宿には、先生たち、その学生たちだけになりました。で、これも前回の校外学習の時と同じで、やっぱりみんな恋愛の話をしたり、もちろんその心霊の話、怖い話をしたりとか、そういう時間がありました。で、恋愛の話は誰が誰のことを好きとか、あとは、実は今いい感じなんだよねとか、今回の修学旅行で告白しようかなとか、本当にいろんなお話をその時しました。で、心霊の話をしようってその後になってみんなでし始めました。で、この時の心霊の話はみんなそれぞれ聞いたことがある怖い話とかを、発表というかシェアするっていうような時間で、それぞれ1人目、2人目、3人目とどんどん話していったんですけど、そのね、話している途中になんだか部屋が寒くなってきたんですよ。本当に風が入ってきて肌寒い、ちょっと冷えるなっていう感じの寒さで、でもさっきまでは何もなかったのに急に寒くなったからちょっとおかしいねって、ちょっとやばいかもしれないよっていう話をしてました。で、その部屋日本人形も飾られていたんですね。なので余計この雰囲気的にみんな怖くなってきちゃって、ちょっとそこで騒ぎ始めました。やばいかも、ちょっと怖いかもってみんなが言い始めたんですね。で、なんで風が入ってくるんだろうってみんなでいろいろ見ていたら、さっきまでしっかりと閉まっていた扉が
ちょっと隙間が空いてたんですよ。そこから風がどんどん入ってきて、みんなが寒いって感じてるみたいでした。なので、よく聞くのは、霊がいるとちょっと寒気がするっていうのは、心霊が好きな人とか詳しい人だったら、一度は聞いたことがあると思います。あの時は実際にそういう感じの寒気をみんな感じていました。ただみんなもっと話をしたい、話を聞きたいっていう感じだったので、続けてまた4人目5人目と話していきました。で、その後ですね、また不可解な現象が起きて、宿はさっきも言った通り学生たちだけ。もう夜なので、その宿主さんたちは自分のお家に帰られて就寝していたんですけど、キッチンから包丁を叩く音。トン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 。何か本当に野菜を切っているような音が聞こえ始めました。さすがにみんなこれは怖くて、しかもみんな聞こえているっていうのも怖い。先生だけとかならまだ怖いですけど、またそういう体験かなって思うだけなんだけど、みんなが聞いていたので余計怖くなって、ただ確かめに行くのもできないし、勝手にキッチンにね入るのも良くないし、怖いしっていうのもあって、誰も確認に行けなくて、で、その時は怖いねで終わりました。で、その後先生の番がやってきました。先生は、さっき言った通り、というか前回話した通り、いくつか心霊体験を実際にしているので、その自分の実体験をその時お話ししました。で、みんなに話をして、みんなやばいね。怖いねって話をして。で、みんな話終わって、また次でもみんな寝れないね。どうする？なんか話しようかとか、ちょっとゲームしようかとか、そんな話をしていたんですけど、どう言えばいいかな。実は、ここまでは自分の記憶がはっきりしているんですけど、この後の記憶は先生もちょっと曖昧で、友達から聞いた話もあります。なので、うまく説明できるかわからないんですけど、この後急に先生が泣き始めたらしいんですよ。もう号泣、ちょっと泣くとかじゃなくて、もうすっごい号泣して、で、横たわってしまった。座ってたんだけど号泣しながら横たわってしまって、みんながいろいろ呼びかけてくれたんだけど、それに返事をしなかったみたいなんです。で、要は意識がないというか、うつろな感じだったので、友達が先生の足とか腕とかをすごい叩いてくれたみたいなんですね。でも先生何の反応もなくて、でむしろその叩いた場所ってたくさん叩くと皮膚が赤くなるでしょ？なのにその時はどれだけ叩いても、どれだけ強く叩いても赤くならなかったらしいんですよ。もうずっとこの白いままで、これはおかしいと。で、しまいには先生も天井を指さしながら、連れてかないでって何度も何度も言っていたそうです。あんまり覚えてないけど、何かがいたのかもしれない。なので天井に向かって、本当に連れてかないで。本当にやめてっていう風にずっと言ってたそうです。で、もうさすがに誰もどうにもできないということで、誰かが学校の先生を呼んでくれただったと思います。はい、で、実際に後から学校の先生がその宿に来てくれて、で、大丈夫って言ってくれたんだけど、その時もあんまり自分の記憶はなくて、多分大丈夫じゃなかったと思うんですけど、結構先生がついていてくれて、で、ちょっと時間経ってから宿の方も来たんですよ。こんなことは初めてだ。今までその誰かがね、霊に取り憑かれるなんてことはなかったって言っていて、
先生的にはちょっと内心申し訳なかったですけど、怖い思いをさせてしまったというか、これからね、こういう噂が広まったら、その宿はね、この宿としてやっていけないかもしれないし、ただちょっと記憶があんまり自分もないので何とも言えないんですけど、その後、ちょっとね、これはやばいかもしれないということで、学校の先生たちが泊まっている宿に連れて行ってくれました。で、夜、その先生が一緒についていてくれて寝てくれたんですけど、その時も、先生の中に子供の霊、女の子か男の子かわからないんだけど、子供の霊が入ってしまって、もうずっとこの話し方、口調も先生の口調ではない口調で、みんなが来てくれたから嬉しくて、みんなと一緒に遊びたくて、ここに来たんだというような話をしていたそうです。なので、話し方もすっごく子供の話し方だし、体は先生だけど、話している内容、話し方は全部その子供の例になっていたそうです。で、次の日の朝5時とか6時ぐらい、みんなが起きる前にまた自分のその宿に戻りに行きました。戻って、まだ少し余裕があったので、そこで二度寝をしました。その時はもうそれで終わりです。特に何もなかったんですけど、そして二度寝から目が覚めて、みんなでその宿で最後の朝ごはんを食べるんですけど、その時も、違う霊が中に入ってしまって、その時は、30代ぐらいの男性だったと思います。何か害があったというよりも、すごく後ろに引っ張られる感覚がずっとありました。で、自分でもそれはコントロールできなくて、ご飯を食べながらもうずっとこんな感じ、こんなんになっちゃって、みんなも大丈夫っていう風にしか言えないから、とりあえずご飯だけ食べちゃおうって言ってみんなで食べて、で、すごく仲良かった子が、みんなよりね、早めにこの宿から出ようって、危ないから、いいよ、一緒に準備するから、一緒に宿から出ようって言ってくれて、その子もゆっくりしたいのかもしれないけど、一緒に荷物を片付けてくれて、で、一緒に出る準備をしました。で、その宿、入り口というか玄関からまっすぐ長い廊下があるんですね。この廊下の長さがすごい長くて、何メートルあったかなっていうぐらい。結構とにかくかなり長い廊下があって、で、その友達が先に前を歩いてました。で、先生はその友達についていくように歩いてたんですけど、またね、さっきの例だと思う。この後ろにすごい引っ張られちゃって、さっきまで歩いていたのに、もう友達が気づいたらこのぐらい離れてたんですね。で、先生も言葉が出なくて、で、友達が気づいてくれて、大丈夫って、どうしたのって言われて、わかんないけど、誰かに引っ張られたっていう風に説明をして、もうやばいから手をつないで一緒にね、宿から出ようってした時に、次は歩けなくなっちゃったんですよ。みんなテレビ番組とかで、霊に乗っ取られましたみたいな、その状態を見たことある人はいますか？よくあるのかわかんないんですけど、結構自分の意思で歩けなくなっちゃう。その足に力が入らなくなってしまったりして、本当に感覚としては、例えば長時間同じ体勢で座っていると足が痺れてきてうまく立てないことありますよね。両足が感覚に近い感じです。歩きたいんだけど、もう足が痺れているというか、もうふにゃふにゃの状態で力が入らない感じになってました。
なので宿から出るにも自分で歩けないから、もう一人友達が来てくれて、こう肩をこうね、担いでくれて、それで宿を出ました。で、みんなが最後のこう朝礼というか、お別れの挨拶とか、そういうのをしてる時に、先生は先にバスに戻りました。で、バスに戻ってから、樹海の隣のバスの駐車場にバスが止めてあったんですけど、もうその時樹海を見たら、女性が見えたりとか、男性が見えたり、もうその時にはすっごくたくさん見えるようになっていました。さすがにね、先生も怖くて、ちょっとまずいかもしれないってことで、もうバスからは出ずに、みんなで帰りました。で、修学旅行の間に担任の先生が先生の家、お母さんに連絡をしていたみたいで、こういう状況で、霊に取り憑かれてまして、で、記憶もなさそうだしっていう話を全部してくれて、嘘みたいな本当の話ですけど、で、なので、別に面白い話というか、先生がね、こう修学旅行終わって実家に戻ったら、大体の親は、おかえりみたいな、修学旅行楽しかったっていう風に話すと思うんですけど、先生の場合はお母さんが、こう玄関まず出てきて、ちょっと待った、家に入んないでって言われて。で、何って言ったら、大量の塩を持って、もう玄関でね、もうわさわさわさーってめっちゃ塩をかけられて、もう塩だらけですね。髪の毛からもいっぱい塩出てくるし、服の隙間からも塩出てくるし、超大量にかけられて、ね、もう本当になんか2袋ぐらいの塩をね、もうわーってかけられて、よし、とりあえず入っていいよって言われて家に入って、で、こっからもね、ちょっと大変だったんですよ。はい。なんですけど、20分経ったので、今回は、ここまでにします。はい。修学旅行から帰ってきたここまでで、この後起こったこともいろいろあったので、これはまたパート3に回したいと思います。みんな、今回みたいに長くお待たせすることはないと思うので、また、はい、続きが気になる方は、パート3もまた撮るので、見てくれたら嬉しいです。ということで、あんまり怖い感じでは話してないですが、実際は結構怖かったです。はい。ということで、これが先生が実際に取り憑かれたお話でした。はい。本当はもっと細かいこともあったんですけど、大まかにお話しすると、こんな感じの修学旅行でした。なので、修学旅行で先生の中に入った霊は、子供の霊と、その男性の霊ですね。2体が交互に体の中に入るような感じでした。はい。ということで、さすがに部屋をちょっと暗くして話してるので、なんだか先生も怖くなってきましたので、はい。じゃあ動画を終わりたいと思います。はい。ということで、今回もね、皆さん聞いてくれてありがとうございました。先生も今回も友達に話すような感じでお話ししたので、もしかしたらちょっと難しく感じる方もいらっしゃると思います。ちょっと自分でスピードを調整したりとか、字幕を出したりとかして聞いてみてください。というか、ここまで聞いたら聞き終わってるかなはい。ということで、皆さんまた感想とかパート3気になるよっていう方がいたらコメントで教えてください。じゃあ皆さん今日も動画見てくれてありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。またねー。待って、忘れた。違う。ごめん。じゃあ、またねー。